今回は列車の車窓から富士山を望むことのできる大人気の電車特急富士海遊号に乗車してきました。最後までお楽しみいただけたら嬉しいです。富士海遊11号富士山河口湖行きです。新宿駅9時30分発の特急海事11号は河口湖行きの特急富士海遊号を連結し運転されています。今回はこの富士海遊号に乗車して終点河口湖まで行ってきました。富士海遊号は平日は4往復運転されており、その全てが海事またはあずさに連結されています。また休日には臨時列車も運転されています。各列車とも3両編成のため席数が少なく、さらには乗り換えなしで富士山に近い河口湖まで行ける便利さで、外国からの旅行者の方を中心に人気となり、土休日をはじめ指定席券が取りにくい列車として有名です。9時20分新宿駅10番線ホームに今回乗車する海事11号富士海遊11号が入線してきました。12両編成のうち前の9両4号車から12号車までが海事号、後ろ3両1号車から3号車が富士海遊号です。ちょうどここが列車の境目です。右が特急海事甲府行き、左が特急富士海遊河口湖行きです。使用車両は特急あずさにも使用されている E353 系特急車両です。側面の行き先表示には富士山に向かうことがわかるように富士山のイラストが描かれていました。早速乗車しました。座席はコンセント、ドリンクホルダーのついた快適なシートでした。普通車には珍しくヘッドレストが装備されていました。座り心地も良く快適なシートでした。出発までの間、隣の中央線のホームからはラッシュを終えた下りの電車がひっきりなしに到着しては出発していきました。9時32分定刻よりも少し遅れて特急海事富士海遊号は凄まじい朝のラッシュを過ぎた直後の新宿駅を出発しました。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は特急海事11号甲府行きと富士海遊11号河口湖行きです。4号車から12号車は甲府行き、1号車から3号車は河口湖行きです。途中立川、八王子、大月に停車いたします。大月を出ますと4号車から12号車は連山、山梨市、伊沢温泉、終点甲府に停車いたします。1号車から3号車は鶴文化大学前、下吉田、富士山、富士急ハイランド、終点河口湖に停車いたしますのでご了承ください。新宿駅を出発した後、左側には中央線各駅停車の線路が並んで走行します。2号車、4号車、出発した直後、後方には新宿の高層ビル群が見えていました。乗車した1号車の座席は新宿駅出発の時点ですでに9割以上埋まっていました。途中停車駅でも乗ってくる方がおられ、八王子を出る頃には全ての座席が埋まっていました。列車は中野駅を通過しました。この駅からは東京メトロ東西線の電車が三鷹まで乗り入れています。通過直後、東京メトロの電車と並走していました。この直後からなんと各駅停車と
メトロの終点三鷹まで抜きつ抜かれつのゆっくりとしたデッドヒートを繰り広げていました。激しく低速デッドヒートを見せていた東京メトロ中央線各駅停車を三鷹駅手前で追い越しました。永遠のライバルに勝ったような瞬間でした。三鷹駅を通過しています。三鷹駅を通過後、車庫の横を通過します。中央線、総武線、各駅停車の車両に混ざって東京メトロ東西専用の E231 系も止まっていました。三鷹駅までは中央線は快速線と各駅停車の複々線でしたが、ここから先は中央線のみの複線となります。トイレの探検に来ました。2号車にある車椅子の方も使用できるトイレです。列車の中とは思えない広く清潔なトイレでした。おむつ交換台、ベビーチェアも設置された小さなお子様を連れた方も快適に使用できるトイレでした。まもなく立川に到着いたします。青梅線、南武線、多摩モノレールはお乗り換えです。立川の次は八王子に停車いたします。南武線の線路が近づいてきました。立川に到着します。青梅線、南武線との接続駅です。この列車は特急開示11号甲府行きと富士海遊11号河口湖遊です。次は八王子に停車いたします。立川を出発し、しばらくすると多摩川を渡ります。中央線で多摩川を渡ると東京から離れている実感が湧いてくるシーンです。豊田駅を通過しました。豊田駅を通過後、広大な車庫の横を通過します。こちらの車庫には中央快速線の電車が止まっていました。まもなく八王子に到着いたします。横浜線、
八高線はお乗り換えです。八王子の次は大月に停車いたします。横浜線の線路が近づいてきました。八王子に到着します。横浜線、八高線との接続駅です。ちょうど横浜線の電車が出発していきました。でご了承ください。八王子駅を出発しました。グリーン車は9号車。ここでそれまで少しですが空いていた座席もほぼ全て埋まって満席になっていました。新宿駅を出てからほぼ全ての駅で空いている座席に特急券を持たないお客さんが座っており、車掌さんが丁寧に応対し、車内で特急券を発売されていました。特に外国からの旅行の方が多く、車掌さんも手慣れた感じで応対されていました。平日でこのような感じだったので、行楽シーズンの休日にはかなりの混雑だと思いました。八王子駅を出て高尾駅を通過した後、車窓の風景は一変しました。住宅地は少なくなり、東京から45分とは思えない自然豊かな風景へと変わっていました。そしてこの辺りから急なカーブやトンネルの連続する山あいの線路を走行します。この区間での車窓の風景は自然豊かで変化に富んだ、見ていて飽きない素晴らしい風景が続いていました。在到达大悦站之前，请不要移动车辆。오스키역에 도착할 때까지 차를 이동하지 마십시오.駅を通過しました。相模湖まですぐの場所に駅はありますが、残念ながら列車の車窓からは相模湖は全く見えませんでした。本当はここでほんの一瞬だけ相模湖が見えています。あずさ、海事、富士海遊に使用されている E353 件にはカーブの区間で車体を傾斜させることのできる車体傾斜装置が装備されています。傾いている実感はほとんどなく、カーブでの乗り心地もとても快適でした。鳥沢駅を通過しています。通過してすぐに新桂川橋梁を通過します。この鉄橋は車窓からの見晴らしはもちろん最高ですが、中央本線の中でも屈指の有名な列車の撮影地としても知られています。まもなく大月に到着いたします。この車両は川口湖行きです。甲府行きをご利用のお客様は次の大月で前9両4号車から12号車にお乗り換えください。中央線連山甲府方面はお乗り換えです。大月の次は鶴文化大学前に停車いたします。大月駅に到着しました。この駅で海事号との切り離しが行われるほか、 JR 東日本の乗務員さんから富士急行線の乗務員さんへの交代が行われました。大月駅では切り離し作業の後、海事号が先に出発し、その4分後に富士海遊号が出発していました。
この列車は特急富士海遊11号川口湖行きです。次は鶴文化大学前に停車いたします。発生いたしました。本日は富士急行線をご利用くださいましてありがとうございます。大月駅から先は富士急行線へと入っていきます。相模約2分遅れで甲府、松本方面へと続く中央本線と分かれ、富士急行線へと入りました。下吉田11時15分、富士山11時。富士急行線内では中央本線に比べかなり速度が抑えられていました。全線単線でカーブも多く、思うように速度を出すことができない印象でした。富士山へと向かう山深くなってゆく沿線の風景はのんびり走るせいで余計に印象深く感じました。田野倉河川駅間ではリニア中央新幹線の実験線を見ることができます。見えてきた高架の線路がリニア実験線の線路です。今は実験線ですが、リニア開通の際には実際の線路として使用されます。この辺りから小さいですが車窓に富士山が見えてきます。富士急行線内で JR の普通電車と行き違いました。この電車は数少ない211系を使用した高尾・川口湖駅間の直通電車です。この辺りからは先に進むごとにだんだんと富士山の姿が大きくなっていきます。まもなく下吉田駅に到着します。この辺りではもはや富士山は目の前に見えていました。とても大きく見える富士山を皆さん盛んに撮影しておられました。下吉田駅に到着しました。この駅ではホームから真正面に雄大な富士山を見ることができます。まさに最高のロケーションの駅です。ここで反対側のホームにはたくさんの富士山のイラストが車体に描かれた富士急行線自慢の特急富士山特急が入ってきました。使用車両は特急朝霧などに使用されていた元小田急線の車両が使用されています。この駅では数名の方が降りていかれました。富士吉田駅を発車しました。まもなく富士山に到着いたします。お降りのお客様はお忘れ物のないようお支度ください。富士山から列車の進行方向が変わります。富士山の次は富士急ハイランドに停車いたします。 Ladies and gentlemen, ここから先、次の富士山駅までは左手に車窓いっぱいに広がる富士山を望みながら走行します。川口湖行きに乗車の際はほとんどの区間で左手に富士山が見えています。特急券購入の際にもし可能ならば進行方向左側を指定することをお勧めします。まもなく
富士山駅に到着します。さすが富士山の名前がそのまま付けられた駅です。この辺りの車窓からは今までで一番近い見事によく見えている富士山を望むことができます。ちょうど富士山駅に到着の前には大きく方向を変えるため少しずつ富士山の見える方向が変わっていきました。車窓左側に見える富士山はこの区間が最後となっていました。富士山駅に到着しました。駅前からは多数の高速バスや路線バスが発着しているため多くの方が降りて行かれました。富士山駅では進行方向が変わるため数分間停車していました。ホームからは雄大な富士山がとてもよく見えていました。名前の通り富士山がよく見える絶景の駅でした。富士山駅を出発しました。ここから先終点の河口湖までは約5分ですが富士山は反対側の車窓となります。大月駅からここまでやってきた線路が大きく右へと分岐していきました。まもなく富士急ハイランドに到着いたします。お降りのお客様はお忘れ物のないようお支度ください。富士急ハイランドの次は終点河口湖でございます。富士山河口湖駅間では進行方向が変わりますがたった5分間なので誰一人座席を転換する方はおられませんでした。富士急ハイランド駅を出発しました。その名の通り富士急ハイランドの最寄り駅です。反対側のホーム越しには富士急ハイランドの多数の遊具が見えていました。まもなく終点河口湖に到着いたします。本日も富士海遊をご利用くださいましてありがとうございました。まもなく終点の河口湖に到着します。新宿駅を出発して1時間59分。大都会新宿のビル群の風景や中央線の都会から田園風景へと目まぐるしく変化する車窓の風景、さらには列車名の富士海遊の名前の通り雄大な富士山を車窓から満喫することができました。たった3両と席数が少なめですがこれほど人気となる理由がわかるような気がしました。新宿から乗り換えなしでここまで来れる便利さは素晴らしいと思いました。河口湖駅に到着しました。ホームには JR 東海から転属してきた元朝霧用の車両を使用した富士山流特急が停車していました。新宿と沼津を結んでいた特急朝霧に使用されていた JR と小田急のそれぞれの車両はここ富士急行線で再び同じ駅を結び仲良く第二の人生を歩んでいることになります。終点河口湖駅です。この駅からもダイナミックな富士山の姿を望むことができました。車庫には先に到着している富士海遊3号が停車していました。富士海遊号はこの駅で午後まで休んだ後上りの富士海遊号となって東京へと向かいます。今回の動画は以上です。ご覧いただきありがとうございました。新宿駅から乗り換えなしで河口湖駅まで結び車窓からは素晴らしい富士山の絶景を存分に楽しむことができる連日満席大人気の富士急行線直通特急富士海遊号乗車の際の参考になりましたら嬉しいです。今後も鉄道、旅行、ホテルの動画を投稿していきますので
高評価、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。コメントもいただけるととても嬉しいです。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。